皆さんこんにちは、わたたびです。衰退が加速している温泉地があるということで、今回は長野県に向かっています。今年3月には温泉街の中心的な役割を担ってきた施設が閉館し、ますます深刻化しています。場所は長野県の東部、東信地方にある上田市。標高800メートル付近の山あいに位置する温泉地、柿湯温泉を目指します。もうちょっとで着きますね。ここからあと 1.3 キロで、2分になります。左方向です。はい、続いて目的地は右側です。目的地は右側です。これですね、お疲れ様でした。はい。止めれるこれ。狭くない？はい。はい。到着しました。こちらがね、トイレと駐車場になります。駐車場は2台しか止めるスペースはありません。でもこの感じだと、普段からお客さんはいなさそうですね。はい。で、駐車場の横が上り口となっています。徒歩1分でなんか絶景が見れるみたいなんでね、今日は来てみました。よいしょ。ここでも十分綺麗なんですけどね。よし。もう急に森の中になりましたね。うわ、苔が綺麗。すごい。これが展望台ですかね。徒歩1分って聞いてたんですけど、1分じゃ無理ですね。3分ぐらいかかります。この展望台自体はすごくね、しっかりした展望台です。展望台の先にまだ歩道があるんですけど、すごく巨大な木が倒れてて通れません。通ろうと思ったら通れそうですけど、この先に一体何があるのかわからないんでやめておきます。で、こちらが展望台ですね。
綺麗。こちらは三聖寺公園の展望台みたいです。結構な距離があるんですけど、なんかいろいろと散策できるみたいです。こちらにもまた展望台がありますね。こちらにも駐車場があるんで、駐車場を止めて、散策して、楽しむというような場所ですね。すごく綺麗なとこなんですけど、車通りが激しくてうるさいです。はい、っていうような感じの場所でした。歩いてすぐなんでね、この辺を通りがかるときはぜひ寄ってみてください。こんなとこ通ることがあるのかわかんないですけど。はい、それではね、次の目的地に向かいます。次の目的地はとっておきのスポットです。およそ300メートル先、左方向です。これか。およそ600メートル先、目的地は右側です。松茸取れんのこの辺。穴沢温泉。聞いたことある？ないな。目的地は右側です。お疲れ様でした。はい。こっから車止めていくんかな。だからここの草むらに止めていけってことか。はい。でも天然記念そう、天然記念行ってみる？はい、到着しました。こちらがですね、県の天然記念物、穴沢のクジラ化石。どうやらクジラの化石がね、こんな山の中にあるみたいです。妻はこの看板見た瞬間、もう絶対いかんって言われたんで、もう自分一人楽しんできます。こんなとこに本当にクジラの化石があるのかなって思いますね。もう周りはね、本当何もないです。こちらに工場が一軒あるだけですね。うちの妻もそうなんですけど、興味がない人は本当に興味がないと思います。自分もそんなにね、化石とか興味があるわけじゃないんですけど、この山の中に化石があるっていうのに、興味があります。こちらですね。一応電気もついてますね。はい。じゃあもう行ってみます。ほんと何にもないですね。人も来ないんでしょうね。草が生い茂ってます。こちらですね。ただの化石っちゃただの化石なんですけど、海のない長野県のこの山の中にあるっていうのと、この現地保存されてるのが非常に珍しいので来てみました。こんな感じでクジラの骨格の化石が発見された状態のまま展示されています。多分ほんの一部分なんでしょうけど、かなりでかいです。頭は見つからなかったみたいですけど、こちらに頭があって、で、これは肋骨みたいです。1500万から800万年前の海底に堆積した低岩の地層から見つかったみたいで、すごく古い化石になりますね。こちらはですね、結構標高の高い場所になるんですけど、昔は海の中だったみたいですね。こちらが発見されたのは昭和11年、1936年の12月13日。この砂防工事中に発見されたみたいです。こちらに化石が見つかって、でも周りはもうそのままの状態なんで、特に調査とかしなかった感じなんですかね。すごいですね。こんなとこにクジラの化石があるなんてね。特にね、その見どころっていうのは本当になくて、山の中に化石があるっていうだけのスポットなんですけど、興味がある方はね、ぜひ訪れてみてください。化石を見て
うわ、すごいとかそんなんではなくて、昔はここも海の中だったんだなとか、こんな山の中に化石があるっていう感動ですね。はい。じゃあね、温泉街の方に向かいます。来たらよかったのに。すごかったで、でも。すごいね。うん。10メートル超えのクジラの化石があって、ほんで、クジラがな、笑ってんねん。笑ってる化石。そうなん。うん。ニコニコニコってしたクジラの化石。またこの動画が上がったら見といて。うん。感動するわ。ほんまに。うん。分かった。今、標高1000メートルの看板がありました。結構この辺は標高が高いんですね。よいしょ。すごいレトロ感があるな。こちらを左ですね。よいしょ。はい。で、こちらを左です。よいしょ。狭いね。狭い。はい。到着しました。こちらはね、無料の駐車場から10分ぐらい歩いた場所になるんですけど、こちらがね、温泉地の入り口になります。で、こちらは鹿湯温泉といって、衰退が加速しているという風な、記事を見たんで、今回こちらの温泉地にやってきました。温泉地の由来は、傷を受けた鹿が温泉の場所を教えてくれたことから、鹿に教わる湯と書いて鹿湯と読みます。環境庁指定の国民保養温泉地で、開湯は1200年以上になります。泉質は単純温泉、弱アルカリ性低調性高温泉で無色透明のお湯です。こちらは少し変わった温泉地で、混浴できる温泉が多くて、あと動物を飼っている宿やペット同伴可能な宿が多いと感じました。で、混浴の由来を調べたところ、昔は天然の温泉といえば野湯だったんで、性別を分ける概念がなく自然発生的にできたそうです。一方、とある温泉宿で聞いた話では、怪我や病気などの当時目的で来られるお客さんが付き添って入浴できるようにという理由で混浴なんだと聞いたことがあります。もしかしたらね、こちらも昔からの名残で混浴が多いのかもしれません。旅客ニーズの変化などによる利用者の減少が主な原因みたいですね。コロナの影響ももちろんあるんでしょうけど、コロナが流行る前から衰退しているように感じます。実際にどんななのか見てみたいと思います。はい、それではね、散策していきたいと思います。はい、こちらは国道になるんですけど、かなり交通量が多いです。交通量が多いのに対して、こちらは車通りがありません。温泉街の入り口にすぐにある建物ですね、こちらは。見た目が廃墟で人気だった混浴の温泉ホテル天龍閣ですね。マニアの人にすごく人気だったみたいです。残念ながらね、こちらは、去年か一昨年ぐらいにもう本当の廃墟になってしまったみたいです。もうやってないですね。こんな感じの宿みたいですね。すごいですね。渡り廊下みたいなのがあります。こちらはね、天龍閣なんですけど、通路がお寺みたいな建物につながってます。こちらも宿だったんですかね。はい、この周辺はですね、かやぶき屋根の上にトタンをかぶした建物がすごく多いです。この辺も全部そうですね。はい、温泉街の入り口から300メートルぐらい進んできました。ここから大きな建物が、見えてきました。右側にあるのが大江戸温泉物語のワンワンリゾートですね。ペットとも宿泊できる、ホテルです。
すぐ真正面にあるのが、ペットと同伴できない、従来の大江戸温泉物語ですね。ペットと泊まれる宿と分けてあるんで、ペットと来る需要が高い温泉地なんですかね。こちらは人気の宿みたいですね。カジカ荘、こちら別館で、こちらが本館になります。かなり味のある感じの外観ですね。はい、今さっきね、この温泉街の入り口を入ってきて、今現在地がそこになるんですけど、まだ4分の1ぐらいしか進んでません。で、この道中は宿はなかったですね。で、今この現在地からどんどん、宿泊施設が立ち並んでいるっていうような感じの温泉街となってます。ここは何もなさそうなんで、ここをね、ぐるっと回って温泉街の方に行ってみたいと思います。こう歩いてみると、かなり広い温泉街です。これを右に曲がると、大江戸温泉物語ですね。すごい歴史を感じる旅館です。はい、この辺りの宿はね、どこも営業されていて、衰退しているっていう感じには見えません。こちらがね、大江戸温泉物語ですね。大江戸温泉物語に泊まったこと一度もないんですけど、いいお宿なんですかね。よかったらね、コメントで教えていただけると嬉しいです。この辺りはね、立派な建物がたくさんありますね。この目の前にある巨大な施設は病院みたいですね。で、こちら左側の建物なんですけど、こちらはですね、国民宿舎の花月荘と掛湯健康センタークアハウス掛湯なんですけど、掛湯温泉で一番大きな温泉施設で、こちらのクアハウスは昭和58年に開設して、隣にある花月荘は昭和63年にここへ新築移転したそうです。市民の保養と健康の増進や観光客の利用などで国民保養温泉地の中心的な役割を担ってきたんですが、旅客ニーズの変化などによって利用者が減少し、今年の3月末に閉館しました。花月荘の利用者は平成3年には約2万9000人だったのが、令和4年には約6200人まで落ち込んで、クアハウスの利用者は平成3年度は約3万3000人が、令和4年には約1万2000人と減少したそうです。地図で見たらね、すごくわかるんですけど、かなり大きい建物です。こちらが花月荘ですね。この温泉街の中心的な建物がこうやってね、閉館してしまうのは観光客の減少を物語っています。はい、でこちらはね、すごく巨大な病院で、その隣はホテルなんですけど、こちらはもう廃業されてますね。駐車場の下はなんか物置のようになっちゃってます。正面入り口はこんな感じですね。もう営業されていません。ちなみにこの辺はですね、掛湯温泉の中心地になるので、立地条件はすごくいい場所です。はい、さっきのね、道路沿いに出てきました。こんな感じですね。おまんじゅう屋さんもあります。で、こちら側が今通ってきた病院ですね。で、ここがメイン通りになります。これ左手にはね、アップルパイがすごく美味しいお店みたいなんで、後で寄ってみます。結構車通りとか人が多いんですけど、病院に通われている方が非常に多い感じです。はい、こちらもホテルなんですけど、廃墟になってますね。かなり立派なんですけどね。こちらにはね、お蕎麦屋さんとかもなかとかおまんじゅうが売ってるお店とか、あと奥にもお土産屋さんがあるんですけど、こちらのお土産屋さんは営業されていないんですかね。そんな感じがします。で、
さっき見たそちらの大きなホテルも、廃墟となってます。で、その隣ももうシャッターが降りてますね。で、もうこちらは更地になってます。そちらのね、泉屋旅館も閉業されてます。メイン通りから、すぐなんですけど、営業されていません。こちらもお店だったんですかね。はい。こんな感じで、中はね、倉庫のようになってます。なかなか味のある旅館ですね。こちらは飲泉所になるんですかね。ちょっと飲んでいいのかはわかりません。あ、なんか、スタンプがあります。はい、で、この先にはですね、お寺があるみたいですね。いや、なんかこの辺りはすごく風情があります。こちらは温泉みたいですね。かけ湯健康センター、日帰り入浴施設みたいですね。で、こちらにお堂があります。ちなみにこちらのお寺について何も調べてないんで、気になる方はね、ぜひ調べてみてください。あの建物も傾いてるように見えますけど、大丈夫なんでしょうか。ああ、やっぱりやってないんですかね。目の前はね、多分浴槽だと思うんですけど、浴槽の中にも草木が生えてます。建物ももうカーテンで仕切られてますね。もしかして営業されてるのかもしれないんで、あれなんですけど、すごく丸見えなんですけど、そこは大浴場ですね。今も利用されてるんでしょうか。こちらは何でしょうか。飲泉場ですかね。それともただの水なのか。温泉ですね。かなりぬるいですけど、温泉が湧いてます。こんな開けた場所に歴史のありそうなお堂が建ってます。参拝していきます。いや、これはすごいですね。こちらの天井には竜がね、描かれてます。お堂のこちらにも道があるんで行ってみます。すごい数のお地蔵様ですね。すごい光景です。数十体のお地蔵様に見られてる感じがします。こっちは行けないみたいですね。
さっきの橋に戻ってきました。こっから見るとね、この旅館の建て方がすごく複雑ですね。初めは小さい旅館からどんどん増築して大きくなったっていう感じの旅館です。こんな渓谷だったんですね。さっきの通りからじゃ考えれないぐらい大自然です。すごっ。思ってた以上に廃墟が多いですね。閉業されてそんなにね月日が経ってないんでそう感じないのかもしれませんけど、これが10年20年時間が経つと景観を損なってしまうかもしれません。温泉街をね結構歩き回ったんですけど、営業しているお店よりも閉業しているお店の方が多いのかもしれません。斎藤菓子工房というお店なんですけど、なんかすごくアップルパイが有名みたいなんで、こちらでねアップルパイを買いたいと思います。はい、アップルパイの方買ってきました。賞味期限が常温だったらその日までで、冷蔵したらね明日まで持つそうです。でこちらのアップルパイはね富士リンゴを使用してて、素材を生かすためにあえてシナモンなどの香料は入れておりませんと書いてますね。シナモンが得意じゃないんで、これはねありがたいですね。で厳選されたバターは国産 100%で、自家製のパイ生地はサクサク感を出すために2日間かけて256層にしてるそうです。めちゃくちゃこだわってますね。アップルパイはこんな感じでね20センチぐらいあって結構ね大きいです。こちら1個450円でした。重量感はそんなにないんですけどね、すごくサクサクそうな感じです。食べやすいようにね真ん中に切れ目があって、はい、こんな感じでね手を汚すことなく食べることができます。これいいアイデアですね。いただきます。食べてみます。うまっ。美味しい？バターがすごく効いててめちゃくちゃ美味しいです。自分はアップルパイって正直好きじゃないんですけど、そこまでアップル感は強くないですね。バターの方がガツンってきますね。真ん中に行くにつれてすごくリンゴが詰まってました。店内でね食べることもできるんで、ぜひね寄って食べてみてください。本当におすすめです。車で食べるとねこうなります。はい、それではね宿の方に向かいます。って言ってもすぐそこなんですけどね。はい、よいしょ。はい、今回宿泊するのがこちらですね。斎藤ホテルっていうねホテルになります。はい、それではチェックインします。こちら、フロントなんですけど、この入り口の前にですね、飲泉場がありますね。こんな感じで、温泉を飲むことができます。1階のフロント部分はこんな感じなんですけど、この天井がすごいんですよね。筒抜けになってます。こんな感じで12階まで筒抜けになってます。こちらのフロントの左側が売店になります。はい、こんな感じでねお土産がたくさん並んでます。こちらピーカンナッツですね。九州で食べましたね。今日泊まるお部屋が510なんで、こちらですね。よいしょ。はい、中はこんな感じですね。こちらにね小さいキッチンと冷蔵庫ですね。冷蔵庫は何も入ってないです。ですぐ入って左手が多分トイレかお風呂かだと思いますね。はい、洗面台とトイレとでこちらがお風呂ですね。はい、こんな感じです。こちらにね
アメニティが用意してくれてます。歯ブラシに、櫛、シャワーキャップとか綿棒とか、置いてあります。で、バスタオルとフェイスタオルが、用意してくれています。はい。で、こちらがお部屋になりますね。はい。あ、結構広いですね。ベッドが2つあって、こちら、お付き菓子とか、お茶が用意してくれています。で、こちらには、浴衣とか旅が置いてます。はい。こんな感じの非常にシンプルなお部屋となってます。はい。ホテルって感じのお部屋ですね。こちら5階なんですけど、景色はどうなんでしょうか。こちらの大きい窓は開かなくて、こちらのね、小窓の方が開きます。はい。景色はこんな感じですね。5階でもね、結構見晴らしが良くて、思った以上に自然が多いですね。はい。こんな感じの景色となってます。こちら地下1階から12階まであって、2階以降がね、客室となってます。地下1階が大浴場ですね。こちら24時間入れるみたいです。で、あと他にですね、トレーニングルームとか温泉プールもあるみたいです。ホームページのね、写真で見たらね、結構広いね、大きな、温泉プールとなっていました。水着のレンタルができるみたいです。生まれたての姿では入れないみたいなんで、ご注意ください。自動販売機があって24時間使えるコインランドリーがあります。チェックインが2時からでチェックアウトが11時ですね。1階がフロントですね。フロントの隣に売店があります。フロントの向かいがレストランになっていました。夕食も朝食もね、ビュッフェになるみたいです。2階にはね、図書室もあって、で、貸し切り風呂で喫煙室があります。木造のお風呂と陶器のお風呂があるみたいで、木造のお風呂の方が広いみたいです。景色はね、どちらも変わらないみたいなんですけど、こちらの方が広くていいですよということで、15時に予約しました。はい、こちらお付き菓子のですね、こちらのメーカーですかね。こんな感じの温泉まんじゅうですね。かけ湯塩川のまんじゅうって書いてます。でもチェックインの時にね、貸し切り風呂の鍵もいただいてるんで、貸し切り風呂の方入りたいと思います。まずはね、地下1階を見に行ってみたいと思います。はい、こちらが大浴場ですね。で、この先がですね、プールですね。で、こちらがジムになります。この先はお客さん利用してるんで映せません。で、こちらお水がいただけます。この大浴場の隣がですね、こちらランドリールームと自販機になります。こちら24時間利用できます。地下1階はこんな感じでした。はい、こちらがね、お風呂ですね。右が陶器のお風呂で、左が木造のお風呂になります。はい、こちら脱衣所ですね。すごく大きな鏡と、こちらに着替えるスペースがあります。で、扇風機もクーラーもあるんで、これはすごくありがたいですね。洗面所のアメニティはこんな感じですね。カミソリとか歯ブラシも用意してくれてます。部屋からね、タオルを持ってくる必要はありません。こちらが浴槽ですね。すごくいいですね。浴槽はこんな感じで、左手はもうすぐ森ですね。無色透明の源泉かけ流しの温泉になります。こちらにはシャンプーとかね、ボディーソープも用意してくれています。はい、それじゃあね、温泉の方楽しみたいと思います。よっ。
西欧の方がね、42度ぐらいですかね。ちょっと厚めのお湯になるんですけど、こちらの蛇口の方で加水することができます。いや、めちゃくちゃ気持ちいいです。温泉の成分がすごく身についてます。塩のような結晶になってます。こんな結晶になるまでどれぐらい時間かかるんでしょうか。でもなんかめくりたくなりますね。やめときます。外はインミンゼミが鳴いてますね。もう夏も終わりですね。こちらはね、90分まで利用できるんで、のんびり過ごすことができます。料金の方が90分3300円となります。入浴してきました。90分利用できるっていうのはすごくいいですね。時間気にせずゆっくり入ることができました。夕食の時間までゆっくりしたいと思います。って言ってもあと1時間ぐらいしかないんですけど、こちらのホテルの向かいにもですね、レストランですかね、おしゃれな建物があります。こちらですね、やはりお食事どころだったみたいで、ちょっと中をね、見させていただけることなんで見てみたいと思います。こちらケイというお食事どころになります。コンクリートに鹿の歩いた跡が残ってます。ありがとうございます。すごい。お食事が終わった後にまた少し時間をまどろんでいただくようなスペースになってます。誰でも利用できる。ここはですね、お食事した方が使える場所ですね。なるほど。はい。あとウイスキー、これも無償で。そうなんですね。これが、それが無償で飲めると思うと結構好きな方はってすごい。ワインは全部長野県産ですね。すごい種類ですね。はい、今からね夕食に向かうんですけど、いつもはね、旅館とかばっかりなんであまりビュッフェの経験がないんでめちゃくちゃ楽しみです。夕食会場の方に向かいます。はい、取ってきました。好きなものだけ集めたらこんな感じになりました。それではね、早速いただきます。いただきます。まずはお肉、かなりレアですね。うまっ。うまいな。美味しい。すごいレアやな。でも柔らかい。柔らかい。お肉にこだわってるとは言ってはったわ。やっぱ他のホテルとか差別化するために他のホテルよりもワンランク上のお肉を使ってるって。旅館とかの料理もいいんやけど、自分の好きなの取れるからいいよね。旅館もいいんやけどな、同じもんばっかり食ったろう思っとったけど、こんだけ種類あったらいろんなの食べたなるな。40種類は食べきられへんで。一口ずつやったらいけんじゃん。いや無理やね。無理か。40種類無理やね。
ご機嫌さんやな。なかなかこういう賑やかなとこで食べるのも久しぶりやな。旅館とかで賑やかなのは嫌やけどさ、こういうとこで賑やかなのは別にそんな気にならんな。はい、第2弾ですね。タチウオの天ぷらがあったんで取ってきました。もう自分タチウオめちゃくちゃ好きなんで嬉しいです。やっぱり人気な料理はすぐなくなっちゃうんですけど、なくなってもね、すぐ新しい料理を出してくれます。こういうビュッフェってすごくね、ガツガツしてるイメージだったんですけど、どんどん新しいものを持ってきてくれるんで、みんなもね、落ち着いてゆっくり食べてます。はい、第3弾です。めちゃくちゃ可愛いハリネズミまんじゅう。これでやめておきます。もうお腹いっぱいです。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めちゃくちゃお腹いっぱいです。ご飯の方食べてきました。もうお腹いっぱいです。素材とかにこだわってるみたいですごく美味しかったです。ホテルなんで家族の方とか多くて騒がしい感じはあるんですけど、旅館とかと違ってこういうホテルの騒がしいのは全然気になりませんでした。やっぱりね、ビュッフェとかでシーンってしてたらなんか嫌ですよね。どっちかというとこう騒がしい方がね、楽しい感じがあって良かったです。温泉に入ってで、あとはもう部屋でゆっくりして寝たいと思います。おはようございます。朝の7時半になりました。朝食の方に向かいます。はい、朝食の方はこんな感じですね。相変わらず種類が多くてびっくりしました。いただきます。昨日こんなにお客さんいなかったのに、もうね、お客さんが多くてもう戦争でしたね。お味噌汁もらうのに。あ、そうそうそう、ずっと永遠に待ってたな。こうみんなすっごいガツガツ来るからさ、こういうの慣れてないからさ、お味噌汁もらうのにすごく時間かかりました。うん、美味しい。はい、こちら第2弾ですね。朝からね、こういうデザートもあるみたいですね。パンも美味しい。はい、朝食の方食べてきました。好きなものが選べて、飲み物もいろいろ選べるんで、そこがすごく良かったです。旅館の料理とかもね、もちろんいいんですけど、たまにはね、こういうビュッフェとかもすごくいいなと思いました。こちらのね、気になるお値段の方なんですけど、大人2名1泊2食付きで3490円でした。昨日、一昨日ぐらいに予約したんで、直前割引みたいな割引があったんで、すごく安かったです。お日にち限定特別価格って書いてたんで、普段はもうちょっと高いのかもしれません。大浴場とか貸し切り風呂も楽しめて、巨大なね、温泉プールとか、あとジムもあるんで、1日楽しめる場所です。ここの標高が800メートルぐらいあるんで、朝は肌寒いぐらいでした。はい。で、この温泉街ではね、毎年どんどん建物が廃墟になっていってるっていう現状ですごくね、寂しい部分はあるんですけど、開湯1200年以上の歴史ある温泉地なので、活気づいてほしいなと思いました。で、今回はね、ホテルの方に宿泊しましたが、この近隣にも旅館とかホテルがたくさんありますので、皆さんもね、掛湯温泉の方に訪れてみてください。はい、それではね、チェックアウトします。あ、涼しい。あんなとこに展望台がありますね。なんか天気が久しぶりに悪くなってきましたね。はい。それでは次の目的地に向かいます。